こんにちは、マントウです。このチャンネルでは主に旅やキャンプについて取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げる予定なので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この日は平日木曜日。やはり9時からの予約は取れなかったので、西ゲート10時からの入場で入りたいと思います。この日は9時半ぐらいに西ゲートに到着して、だいたい10時15分ぐらいに入場することができました。今日まず初めのパビリオンはシンガポール館に行ってみたいと思います。シンガポール館はリングを入ってすぐのところにあるこの赤い球体の建物です。シンガポールは非常に狭い国なので、世界地図でシンガポールの位置をマークすると赤い点にしかならないというところから、この赤い丸い球体をイメージしているそうなんです。そしてこの鱗型の形ですけれども、これは夢つなぐ未来というテーマに沿って日本の絵をイメージして作ったものらしいです。だいたい並んでから10分程度で入ることができました。中に入ると一面天井からぶら下がったシンガポールの自然をイメージしたアートで覆われています。ここでは自然と人間が共生する未来社会を作るためにはどんなことをするべきかということが語られています。そしてこのシンガポール館が球体であるもう一つの理由が、この回廊を上がった上にあるディスプレイにあります。実はこの回廊を上がる手前で自分の願い事を書いて投稿するという機械があります。そしてその機械で投稿した内容がこうやってこのドーム型のディスプレイに表示されるという仕組みになっているんですね。そしてこの願い事を投稿するときに空中に願いをすくって投げるというような操作があるんで、これが面白いです。ぜひ試してみてください。最後の部屋にはシンガポールの自然を模した植物が植えられています。ここでですね、シンガポールのビールを飲んだりすることができるようになっています。メニューはこんな感じでした。お土産はこんな感じのものが売られていました。シンガポール館でですね、イメージとして使われているのがこの木なんですけれども、この木は小さな芽が大きな木になるように、小さな夢がいずれ現実のものとして実現するという意味が込められているみたいなんです。他にはこんなお土産が売られていました。ビールはこの中で飲み切らないといけないっていうのがちょっと残念ですよね。シンガポール館の感想です。この球を初めて見た時にはビリヤードの球か何かと思ったんですけど、よくよく近づいてみると鱗が生えているんで、なるほど、中華系の竜の鱗なんだなと思ったんですけど、それも違ってて、実は日本の絵馬をイメージしたっていうのがちょっとびっくりでしたね。自然と人間の共生っていう真面目なテーマを入れつつ、ちゃんと願いを投げると天に届くというこういったエンタメ要素も入ってて、すごく好感が持てました。ここはお子様といってもきっと楽しめると思います。後で紹介しますけど、レストランのですね、落差はもうちょっと量を増やしてよとは思います。続いてはブルガリア館に行きたいと思います。もう11時近くになったんでですね、50分ぐらい待ってから入ることができました。中に入るとこのソファーに座って10分ぐらいイントロダクションの動画を見ることになります。ブルガリアといえばブルガリアヨーグルトですよね。でこの壁のポチポチもおそらくそのヨーグルトの菌をイメージしたものじゃないかと思います。左下にいるのはラクトちゃん。このブルガリアヨーグルトを作るために作られるラクトバチルス菌という菌の精霊みたいなものをイメージしているみたいです。でこの話の内容なんですけども、最初はですね、この金の話から始まって急に伝統文化の話になったり、キリル文字の話になったり、イノベーションの話になったりっていうことで取り留めがないんですよね。もう少しね、話まとめればいいのにと思いましたね。そして次の部屋では人類の未来への選択について語られます。
このまま技術の高みを目指すのか、それとも伝統文化や自然などと融合した未来社会を作っていくのか、その責任を持っているのはあなたですよということが語られます。責任を与えながら私たちの選択は永遠に繰り返されるのです。そして最後もう一度ラクタちゃんが出てきて、あなたが一番大事にしている価値観は何ですか、それを QR コードを読み込んで投稿してくださいということを言われて、投稿するとそれがまたディスプレイに表示されて、これでパビリオンのイベントは終了ということになります。ブルガリア館の感想です。チャット GPT なんかにお題を与えて文章を書かせると独特の文章で答えてくれることがあるんですけど、まさにね、このブルガリア館の説明っていうのがこの AI 構文とそっくりなんですよね。もしかするとそういうのに作らせたかなって僕は思うんですけどね。日本人にとってはブルガリアといえばブルガリアヨーグルトであることは間違いないと思います。ただそこへのですね、こじつけがちょっとひどいなとは思いました。ヨーグルトからその先進技術とかキリル文字っていうのはちょっと無理があるよなとは思いますよね。イントロダクションでわーっと喋られた後、この後何かあるのかなと思っていったらもうそれでおしまいなんで、ちょっとですね、あっさりしすぎて拍子抜けした感はありました。そろそろお腹も空いてきたので、先ほどのシンガポール館でラクサを注文しました。イートインのコーナーもあるんですけど、席がかなり狭いんですよね。なのでリングの下で食べることにしました。でこれね、丼ぐらいの大きさあるかと思ったらこの大きさなんですよね。この大きさで1800円。美味しかったけどちょっとな。腹ごなしにブラブラ歩き回っていると何かイベントやっているのを見つけました。知らなかったんですけど、この日6月12日はフィリピンの独立記念日なんだそうです。でこの独立記念日を記念してフィリピンウィークということで、こういったダンスなどがステージ上で、演じられていたということだそうです。続いては早稲で行われていた日本の魅力丸ごと体感 in エキスポ。ここで行われていた山口と新潟の物産展を見てみることにしました。山口や新潟などの物産品、お土産などだけではなく、今すぐに食べられるお弁当やお酒なども売られていました。こういった物産品と一緒に、いろんなですね、試食も楽しむことができるようになっています。僕はね、この試食タダで配るのはやめた方がいいと思うんですけどね、ちょっと怖いんですよね。タダで食えるってなるとものすごいたかってくる人が多いんで、そうはいえですね、僕もいくつかはこういった試食をいただきました。時間によってはですね、山口のフグをですね試食できるっていう時間帯もあったみたいです。ここではですね、岩国の白蛇が出張してくれてました。新潟といえばおせんべいの新しい味の試食アンケートも行われてました。そしてこれはウイスキー、日本酒だけでなくてウイスキーも作っているところがあるんですね。ここは静けさの森でも展示されていた糸魚川の翡翠の展示です。そしてやはり何といってもお酒ですよね。お酒の種類相当豊富なものが展示されていて、さらに、ただでですねアンケートに答えると試飲ができるというコーナーもありました。僕もそれで1杯いただきました。ほんのちょっとですけどね。桃太郎っていう見たこともないアイスも売ってました。これ食べてみたんですけど、すっごい懐かしい味がしました。小学校の頃に食べた味がするな。これかき氷みたいな味なんですよね。ヘルスケアパビリオンの前ではなんと桜が咲いてました。なんとこの桜5ヶ月間も冷蔵庫で保存して、この万博のためにこの時期にわざわざ出してくれたらしいんですよね。すごい技術ですよね。このヘルスケアパビリオンの隣に
アクアポニックスという展示があります。この展示面白いんですけども、見てください。トラフグと一緒に錦鯉が泳いでるんですよね。これだけじゃなくって、この魚たちが出した排泄物を上の段で分解して、微生物で分解をして硝酸イオンに変えて、それをさらに植物、野菜たちに与えて野菜を育てるということをしてるんですね。この面白い循環型の仕組み、これいつでも見れるようになっているんで、もし、この近くに来た方、ぜひご覧になってください。続いてはとうとうあれに挑戦してみたいと思います。そう、脈々くじです。さあ、一体何分並んでくじが引けるんでしょうか。この日は15時半に並んだんですけど、15時半に並んで約30分で、チケット購入することができました。なので割と空いていたんだと思います。ずっと並んでこの移動販売車みたいなところまで行くと2200円払って、脈々くじが一度引ける引換券をもらうことができます。引換券がこういうものになります。くじの結果はですね、結局一番最下位の小さな脈々だったんですけど、逆に大きな脈々もらった人はどうするんですかね。あれ持って歩くの大変ですよね。さあ、続いてはですね、このレイガーデンの下でこの日行われていた、アイヌのですね、文化に関する展示を見たいと思います。この展示なんですけれども、北海道の白老町にできたウポポイ、アイヌのですね専門の博物館のですね出張展示ということになります。この展示コーナー自体そんなに大きなものではなかったんですけど、ちゃんとですねアイヌの工芸の実演コーナーがあったり、ウポポイの施設の紹介がされていたりで、その中で展示されている展示品もたくさんですね実際に見ることができました。僕は実際にですねこの白老に行ってウポポイ見たことがあるんですけど、すごい大きな施設なんですよね。実際にアイヌのお家、地勢が何棟も建っていて、その中でアイヌの文化を見たりですとか、それからアイヌの芸能の実演なんかも見たり、狩りの方法をですね、紹介されていたりするのも実演で見ることができるんですよね。やっぱり今ゴールデンカムイでですね結構注目されたりされてるんで、ぜひ近くに行くことがあれば、見ていただければと思います。レイガーデンのすぐ隣の舞台でサウジアラビア館の人が質問に答えますというコーナーをしてました。サウジアラビアの場合はやっぱりデーツわからない方いらっしゃいますか？デーツは、ナツメヤシの木の果物ですね。干し柿に似ています。だけど生で食べられます。なので一口食べていただいてから、サウジコーヒー飲んでいただければと思います。3万円ぐらい。素材は、季節により変わります。これはプリと麺。じゃあ次の言葉はアラビア語で、ありがとう。みんなで言いませんか？その前に分かる方がいらっしゃいますか？やるわけがないですね。じゃあ僕の方から言います。おおきに。じゃあ、シュクラン。シュクラン。シュクラン。このサウジアラビア関係のイベントなんですが、これぞ我らがサウジアラビアという名称で、万博期間中104回行われるそうです。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。さあ、続いては事前予約で取れたオランダ館に行きたいと思います。オランダ館のキーワードはコモングラウンド、競争の礎です。海面よりも低い土地が多くあるオランダでは過去水害に悩まされてきました。その水害を克服するために多くの人の知恵を結集して困難を解決した。それこそがコモングラウンドと言われているものになるわけです。建物の中にあるこの大きな球体はクリーンエネルギーと日の出を象徴しているものだそうです。
この真ん中にある水盤がオランダが水を克服してきたその象徴であり、そしてこれから先水の力を利用してエネルギーを生み出すというその象徴にもなっています。時々この水盤が振動して波紋が起こるんですけども、その波紋自体も競争の礎、コモングラウンドを象徴しているんだと思います。このオランダ館では一人一人がオーブ、玉を渡されて、その玉を使った演出がこのオランダ館の特徴になります。このオーブについて何か詳しい説明をされるってことは最後まで一回もないんですよね。でこのチャージをするという行為が何回かあるんですけど、チャージをするという行為についても詳しい説明というのはあんまりないです。今オーブがオレンジ色に変わっているんですけども、オレンジ色というのはオランダを象徴する色になります。オランダの王室がオラニエ公、このオラニエというのがオレンジという意味になっているそうです。そしてまた訳も分からずチャージをしてくださいと言われて、今度チャージをすると青色に変わります。これは水をチャージする、水の力をチャージするということを意味しているんだそうです。そしてまた少し上がったところで同じようにまたチャージをします。ところどころにこのミッフィーちゃんの絵本が置いてあって、ちょうど子供の目線ぐらいの高さで置いてあるんですよね。でここでも同じようなオランダについての説明が書かれています。そしてまた次の踊り場みたいなところで同じようなことを繰り返します。オランダ館へようこそ。下の方でですね、説明がなかったということで、ちょっと簡単にオランダ館説明させていただきますね。オランダはですね、国土の26% 以上が海面下、海より低い土地にあるため、オランダの人たちは何世紀もわたって水と戦ってきました。そんなオランダなんですけれども、今では戦ってきた水とパートナーとなり、水と共存して水を大きなエネルギーに変えて生活をされております。こちらの前の壁はですね、皆様にも水とパートナーになっていただくという体験のコーナーになります。お手持ちのオーブをですね、5名様で、壁にかざしていただいて、こちらの壁の上の方にですね、次世代の大きなエネルギーを力を合わせて作り上げてみてください。で5名様もお願いします。可愛いとか詳細の内付けをお願いします。今せーの、上の方をご覧ください。ありがとうございます。これで今日から水とパートナーになっていただきました。どうぞ次のこれどう思います？大体言いたいことはわかるんですけど、そのコモングラウンドっていう理念に沿ってね、新しいエネルギーを生み出すためにみんなで協力しましょうというイメージはわかるんですけど、ちょっとですね、もうちょっとやり方ないのって思いますよね。The challenges we face are vast, they're strong, and so are we. 世界が変化し、水位が上昇する。嵐が強まり、大地が干上がる。ここでは他の環境系の問題を訴えているパビリオンと同じような問題が提起されます。やはり地球の環境が今危機に瀕している、その危機に瀕している状況を解決するためには人間同士の協力、そして自然との調和が必要ということを訴えて終わりということになります。地球規模の課題には地球規模の解決策が求められる。だから今こそビジョンと技術、アイデアを結集し、コモングラウンドで創造しよう。共に未来を。お土産はオランダの代表的な焼き物デルフト焼きで作ったミッフィーちゃんや花瓶、そしてオランダのペットボトル撲滅企業と呼ばれているドッパー社の水筒なども売られていました。
ドリンクと軽食のメニューはこんな感じでした。オランダ館の感想です。だいたいヨーロッパ系のパビリオン共通なんですけど、環境系の真面目なテーマを扱っていることが多いです。で、実際にその国に持っているイメージと全然違うんで、結局最後出た時になんか思ってたのと違うなっていうことがよくあると思います。この間もそれだと思うんですよね。このパビリオンの最初で渡されるオーブなんですけど、多分先人から受け継いだ知識や自分たちが持っている知恵や想像力、こういったものを表していて、この力を合わせて問題を解決していくのがコモングラウンドですよということを意味しているんだと思うんですけど、何の説明もないので、そりゃみんな戸惑いますよね。各場所でオーブをかざしていくことに関しても同じような感じがします。で、こういったことをですね、後で調べて謎解きするのは面白いんですけど、その場でですねすぐに分かるもんじゃないんで、やっぱりちょっとね不満足感は残っちゃいますよね。時刻は夕方6時になりました。イタリア館の前は6時台でもこの行列ですからね、閉館するまでにこの人たち見れるんでしょうか。インドネシア館本当に見ているとね、いろんなキャラクター出てきてて面白いんですけど、今回はこれは一体何を表しているんでしょうか。最近の傾向なんですけども、暑くなってきたんで夕方から来る人も増えてるんですよね。だから夕方もすごい人出になってきてます。続いてサウジアラビア館に行ったんですけど、なぜか動画が消えちゃったんで、今度また撮り直して紹介したいと思います。今回はサウジアラビアコーヒーだけ紹介します。このテーブルの上のカップに置いてあるのがコーヒー豆とクローブとカルダモンです。出てきたコーヒーなんですけど、お茶みたいな色しているんですよね。でコーヒーも確かに薄くって、そこにかすかにカルダモンとクローブが香るっていう感じです。このデーツと一緒にいただきます。今日最後はガスパビリオンお化けワンダーランドです。ここもですね、子連れの人が多くってまた地獄かと思ったんですけど、ここはでも結論から言うとそうでもなかったですね。このキャラクターがミッチーという名前で、一緒にお化けになってお化けの世界を探検するという話になっています。この机の上にある VR ゴーグルをつけることでお化けになれるという設定です。これなかなかですね、口で言っても難しいんですけど、この VR ゴーグルをつけて周りを見ると、周りの人みんなお化けになって見える仕掛けになってるんですね。すごく面白いです。そして次の部屋ではゴーグルを外して急に真面目な話に変わります。この VR ゴーグルをかぶっている時にキングシーオーツというボスキャラを倒すわけなんですけど、それは何かというと CO2、つまり二酸化炭素なんですね。ここから急に環境に関するですね、真面目な話になります。もっともっとたくさんのものが欲しい。人よりいい思いがしたい。人間が欲望のままに突き進むと CO2 がたくさん発生しますよということを分かりやすく説明してくれて、そしてこの CO2 に水素を組み合わせることで E メタンという新しい資源になりますよという説明を、これも分かりやすく説明してくれます。この E メタンをエネルギーとして使うことができるんですけれども、使った後も元々の原料として使った CO2 以上のものは生み出さないので、カーボンニュートラルになると言われているんですね。それは皆さんがミッチーや世界を助けようとした時の思いやりの気持ち、自分以外も大事にする一人一人の心が未来を変える大きな力に化けるんです。参加の証として可愛いシールがもらえます。そして最後の部屋ではこの E メタンを使ったカーボンニュートラルと持続可能な社会への取り組みについて詳しく書かれています。
では実際に E メタンが燃やされていて、その炎の色をここで見ることもできます。ガスパビリオンオバキューワンダーランドの感想です。 CO2 を水素と反応させてメタンを作るメタネーション。一見難しそうな話をお化けという材料を使うことによって子供と一緒に学べる題材にしているところはすごいと思いました。電力化の時もそうだったんですけど、決して子供向けというわけではなくて大人にも勉強になる内容になっています。また VR ゴーグルを使った遊びの部分は普通にアトラクションとして面白いので、ぜひ体験してみてください。またこれ自体が一人で楽しめる作りになっているんで、子供と一緒に遊んだりしなくて済むので墓地にも優しいですね。さあ最後はいつものようにワンワールドワンプラネットを見て帰りたいと思います。なんか最近これを見ないと終わった気がしないんですよね。締めのラーメンみたいな感じになってます。今日はですね、東ゲートから帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。